fuck that. 見た目的には分からんっちゃ分からんけど、でもどうやろう。多分全然ちゃいますわ。でもなんかハイエースのは出てる気はするな。なんか見た感じ分からんけど。ああでもちゃうな。このボディのあれで見たら出てるあれがタイヤの見えてるところは違う。どうですわかるかな。あとは回転数見てみましょうか。ゼロゼロ。ゼロ1回、一回2回、二回。あほぼ丸々2回二回丸な。2回。2回と。 2回で。ハンドルまっすぐ。ゼロですね。ゼロ。ゼロ。1回転。 1回転。ああ戻りきあんねんな。半分、だから1回転と1回転半分半分ちょっと。半分ちょっとぐらいしか回らへんな。でもうメタ切るさっき最初に。ここスタートで目いっぱい切る。で回る。ぐるーっと回っておほぼほぼ帰ってくるんじゃん。ほぼほぼ帰ってくれるよ。そうですね。いいね。できますか。右でも帰ってこられへん可能性あるんだ。そうですね。切り方が違うから。それで目いっぱい切る。帰ってこれないですかね。帰ってこれないんだよな。多分。角度がちゃうんやったら。これはどうなんですか。帰ってこれそう。あ、帰ってくれるやん。おお、帰ってくる、帰ってくる。ね。ほぼほぼ一緒ですね。ここ4区で、もうなんかギーギー言うてるけど、後ろ。はい。後ろギーギー言うてるけど、ここ止まりましたからね。もう止まってる。マジで。アクセル踏むよ。嫌がってんな。めっちゃ嫌がってんな。あ、でも帰ってこれるんや、帰ってこれるんや。帰ってこれますね。はい、スタートして。そこから切る。もう一回切る。全開。全体切る。はい。切りました。アクセルは踏んでないです。アクセルは踏んでない。
戻ってきますよね。もう全く問題なく。全く。アクセルちょっと入れてみましょうか。ちょっとアクセル踏んで。アクセル踏んでないからやろって言われてもな。そうですね。これで全体で。アクセル踏んでも回るっていうのは、さっきの7番ぐらいで。同じぐらいの感じで。はい。全然大丈夫。ないちょっと内ぐらいですね。まあ、ほぼ誤差の誤差の範囲に。レベルで、もうほぼ一緒。音がちょっとやっぱ強くなったな。ドド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 って音が。乗っとったら全然わかんないですね。いやー、外おったらわかる。ね。この線で。このこの線ってことか。ここがスタートで、で向こうの線の長さを測るってことか。でも車台の真ん中だと。ああ、そういうことね。来たとこには戻るけど、外周が変わるかもしれんってことだよな。まあ一回ちょっと。一回じゃあそれでやってみようか。逆で止めてみましょうか、これを。うん。でもこれスタートやろ。いや、多分車台の真ん中に軸さ。そうやんな。車体の真ん中、どこ、軸どこや。軸どこやろ。後輪と右後ろ。後輪。右後ろ。右後ろになるんだ。通っていくところですよね。だからここじゃん。ここがそうじゃん。ここがちょうど反対向いたところがここなんじゃん。こってことやんな。これ印つけてんのか。メジャー。このラインどこ通るか。そうですね。こっちなんかこっちなんか。後ろはもうこのままぐるーっていったら戻ってくるはずやからな。戻ってくるよな。これ肉でやる。はい。はい。お願いします。お願いします。あ、違う。違うんちゃう。ほら全然違うやん。ほら。ほら全然違うやん。ほら全然違うやんやっぱり。これかな。危ない。危ないね。これ危ない検証するとこだよ。ね。1メーター。 1メーターぐらいちゃうよ。余裕で。ね。1メーター外周変わるよ。ね。でも戻る。それは戻るやろな。戻らないおかしいな。戻るってことは切り続けてるってことだから。だからこっちで操作しないってことや。ってことね。4キロ。いきますよ。はい。もう踏まない。しんどそうやな。今どこ行くか。いやー全然広いんちゃうか。まっすぐのよりここぐらいですか。やっぱり。この辺やね。まっすぐ。 4WD。さらばも 4WD。この差は大きいよ。だいぶちゃうやん。1.5 ちゃうでこれ多分。今ノーマル4個もやるからですね。そうやな。一応ね。これ。はい、戻ってきました。はい。よっ。
や、ほぼ一緒やうね。ん。ほぼほぼ一緒やね。うん。誤差のレベルやね。ちょっと酔ったかなって感じで、こんなもんやろ。そんな誤差レベルや。こんなもんや。で、これで戻ってくるから。ブルーリンパと。ブルーリンパしてるちゃんと元に戻ってきてるね。戻ってきてるね、ちゃんと。はい。はい。だいぶちゃうっすね。だいぶ違う。これ、だいぶ差あんで。まあ一番小回りが効いたんがオープンデフ4区やっぱりさすが旋回性能を求めてるだけあってね。求めとるだけあってマスキングテープはうちで行った方がいいんちゃう？ああうちで合わせていって、まあ12センチか12点ちょっと。 12肉1メーター26。6ぐらいやな、うん。で4か1。 4区に直結4区になったらこんだけ広がるってことやで1メーター73。直径がそれは取り回し悪すぎるわ、ほんまやね。うんほんまやね。この差は大きいでこれ道路やったら歩道ぐらいの幅あるからなそうやね。U ターンしよう思ったらこんだけの差が出るってことやからな人一人分ぐらい。人一人分ぐらいの差が出るわけやから1メーター70万ねこれ僕の身長ですやん。そそうやんなよいしょネタぐらいの差があるってことやれね。一応タイヤの内側やからね。うんだいぶちゃうね。だいぶ違うよこれやっぱり止めにくいとかなってたん。やっぱ吉村君の思ってる感覚は間違ってなかったよねそうですね。でこれどれぐらい影響があるんですかね。だって駐車しようと思ってやりにくって思うぐらいやから、そうやなうん、それはそうですよね。だいぶ切り返しの時とか狭いところでそう切り返す時にこう周りうん1回分2回分切り返しが多くしたら、そうやな。この縦の幅がないところでうんこう切り返したり、そういう時がめちゃくちゃやっぱクイックにクッと回りたいのができない。うんだから俺はだって4区と2区でこんだけそうこんだけ差あるからなだかねらもともとのその車の構造上の問題だからそうやねこんだけ差があるのはね、まあ切れ角もそうやし、うんまあ切れ角がでかい。まあそうそうやな、一ハ番、ンドル切れ角が多分だいぶちゃうやろな、ホイールベースどれぐらいちゃうん1センチって書いてあったでホイールベース1センチ測ってみましょうか一回、見てくれる？じゃ株の中心。あドライブシャフトの中心でこボルトのとこやんなう睨んで見てくれたら大体合ってるよねもうまっすぐまあ若干タイヤのあれがあるから256。 256。 256大体こ大体その辺のあピンと張ってね、ピンと引っ張ってくれたらいいですよ。258。 8じゃあこっちの方が長い。ままあ1センチ言うてるからはいだからそんなもんやな2センチぐらいな。 2センチぐらい差あったから実寸は実際測ってみてまあこうタイヤとかの膨らみがあるからまあそうやね。その頃があればな。あるから言うてまあこっちは若干長いから小回り効かへんはずやねんそうやね。ハイエースの方があとは切れ角だね。切れ角やねハンドルのそうやね。何がどうかってね、これなんだ。これねこのゴムやろこれこれゴムでしょこれこれで止まってるんですよ。これやばいよなこれこれなんか素人が考えた素人でストッパーやね。ちょっと言い過ぎやなもしれんけどほんまにストッパーやねストッパーやねこれ。これがまたね。で帰ってくるでしょこう。バイーンって書いてくるバイーン
それはゴムやからね。まあ、バイーンって書いてるよね。はい。これこう見てもらったらわかるけど、あまりよくはない。バンやから。あとですよ。僕の18番の腕出しあるじゃないですか。腕出し。キャラバンの方がやりやすい。あ、そう。マジで。腕出すのキャラバンの方がやりやすい。やりやすい。頭出すのもキャラバンの方がやりやすい。マジで。こう。ね。これでしょ。これ。あ、何が違うん？ああ、なんか違う、やっぱり。やってみてください、一回。どういうこと？もう自分やってる。何が違う？ちょっと。ドアの内張りがちゃうってこと？いや。厚みがちゃうってこと？バイザーかもしれんけど。バイザーの深さ？いや、でも若干窓がちっちゃいんかな、こっちの方が。バイザーの深さかもしれんけど。そもそもドアのこの枠の大きさなんか。いや、シートポジションかもしれない。ああ、シートポジションか。ああ、でもなんか低いんかな。シート位置が高いんかな、もしかしたら。なんかちょっとこんな感じだもんな。こういう感じだもんな。これね、やってたら全然違うんです。やってたら。そうな。これね、やってたら下見るのにライン見るときにこれカッコつけてるわけじゃない。こうやって下見るのと、あとこうやって運転してる時ってこれシートがノーマルってホールド性ないんですよ。なのでラインすぐ見れるようにっていうのと、あと体支えてるんですね、これ。まあまあそうやろな、実際。でこうなってんのをこう支えてるんで、ですぐこう見るように。こっちの方が低いんかな、これが。やりやすいんですよ、こっちの方が。こんな感じせえへんけどな。そうでしょ。見た感じ。やっぱり違うかな。こんな感じせえへんけどな。なんやろ、ここがすごいやりにくそうに見えるな、ここが。僕がいつもここ当たるんですよ、これ。単純にバイザーの深さちゃう？深さかな。こっちの方が浅いんちゃう？5センチだってこの内側で、これの指のこんなもんやろ？あ、深いわ。深いわ、こっちの方が。その分2センチ深い。その2センチがこう頭をこう下げさせてるんや。そうやね。2センチ。2センチや。2センチのさ。バイザーはもうキャラバンの方がいい。バイザーキャラバンの方がいい。バイザーの良さはその基準がよくわからんけど。頭出しやすい。薄いから頭出しやすいのそれいいの？運転してる時に頭出さないでしょ。やっぱりギリギリいけるかなっていう時とかそれは検証してる時だけよね。いや駐車場とか狭いところで顔出す派俺顔出さん派やから。僕もですけどね。出さない派やから。あと幅寄せて駐車する時とか溝とか。あと駐車券取る時とかな。そうやね。駐車券取る時とか多分取りやすいわ。こっちの方が。ほんまやね。俺はもう使いやすいわ。誰が興味ある？バイザーなかったら一緒やろね。多分っていうか若干こっちはちっちゃい。ガラス自体は。多分ガラスのこの竹的には。そうですね。あっちの方が竹はあると思う。ほんまやね。何ですか？キャラバンの七不思議。七不思議。なんで暖房のスイッチが。なんでここなん？これほんまわからんよね。これリアヒーターコントロールここにあるんよ。これなんなんこれ？これは手届かんよ。これも後ろ乗ってる人が絶対触られへん。板金屋さん目線的に言うとコーキングが割れてる。これ水中入っちゃうやろうなと思うんですよね。そうなん。昔の旧車とかもこういうところにシーリングがついてるんですけど、それが割れてこのピラーの中使ってここ錆びてきたりとかステップ剥げてきたりとか。直接的じゃないけど。そうですね。それが多いですね、旧車とか。
ぱシールって結構大事で。ここもそうやからな。そうなんですよ。俺もひび割れてるやんこれ。そうですよ。まあ僕が言わしたらここでついてんねんと思うんですけどね。はいですね。ハイエースつなぎないよな。ちゃんと天井は1枚分やんなこれ。これ1枚じゃないのじゃいや真ん中1枚です。あ。あ、真ん中は1枚なんやけど、だからリアフェンダーこのサイドボディが1枚じゃないんです。これが分かれてんのか。あ、サイドボディ。サイドボディ。サイドボディが。ボディが。なるほどね。継ぎ目が多いんよね。そうですキャラね。バンは。そうですね。